皆さんこんにちは、うりです。前回の動画はノルバーンダイアリー2026の購入品紹介とその買った手帳たちの使い方について考える動画になっていました。この後編の動画では現在使っている手帳についてどういう風に使っているかっていうところの紹介をしたいと思います。過去の動画でも紹介しているんですけれども、そこから変わったところだったりとか変わってないところとかも含めて紹介していきます。最後は実際に手帳を書いているところも撮っているので、よかったら最後まで見ていっていただけると嬉しいです。ではまずこちらがノルバーンダイアリーの2025、宇宙飛行士が2025を持ち上げてる可愛いデザインのもので、これは日々のトゥードゥーリストとして使用しています。なので毎日使用してます。ここが最新のページ。ちょっと内容が恥ずかしいんで隠しますが、こんな感じで見開きで8分割して、日付を書いて1週間分のトゥードゥを書けるようにしてます。この左上のところに1週間のどこかでやりたいことを基本的には書いてる感じです。これはもうずっと続けてて、本当にトゥードゥですね。雑多に適当にチェックリストとして使ってます。この一番最初のページ、この年間のところには YouTube の登録者数の推移を毎日一応記録してます。なので伸びた動画とかあると分かりやすくなってます。で、この月間ダイアリーのところにはいつ動画を上げたかっていうのを簡単に記録してます。これは使い方変わってないですね。ずっと同じです。で、続いてはこちら。これは自分手帳ライトですね。これは日々の行動ログを主につけてるものになります。これね、来年も自分手帳実はもう予約したんですけど、私的にこのライトがすごい必要な機能が簡潔にまとまってて好きだったんですけど、これがね、表紙がサラサラなんですよ。だからこのシール、ステッカー貼るとペリペリ剥がれてきちゃって、なのでそれは嫌だなと思ってて、こことかね剥がれやすいんで透明のテープで固定というか補強してるんですけど、剥がれてくるのが嫌なので、オリジナル普通のタイプのカバー、透明カバーがついたやつにしようかなと思って今予約しました。だいたい同じような使い方をすると思います。で、中身は、この週刊バーチカルのページに行動ログを書いてってる感じなんですけど、復職したので、そんな日中はもうほぼ会社に行ってるから、こんな感じで青で会社のところは書いてて、蛍光ペンで色分けしつつ、何をしたかっていうのを、そこまで細かくじゃないけどメモしてる感じですね。私この日何してたっけみたいなことが本当に多くて、無駄にしちゃったなって感じがすごいあるのが嫌だったので、これをつけとくと自分でも振り返ることができるし、時間を無駄にせず過ごそうみたいな、無駄な時間も正直大事だとは思うんですけど、ちょっとね、いろいろ私はやりたいことが多いタイプの人間なので、少しでも充実して過ごしたいなっていう気持ちがあるので、こういう行動ログをつけてみています。で、この下の部分は食べたものを記録していて、あと一言体調をメモして、で上の部分は天気と気温を書くようにしております。月間
のマンスリーページにはこれも変わってないんですけど、スキンケア、肌の調子と使ったスキンケアを毎日メモしてます。肌がねめっちゃ揺らぎやすいんで、何使った時調子良かったとかちょっと自分で把握しておきたくてこれはやってます。肌の調子と朝と夜のスキンケア内容、何使ったかを軽くメモしてます。で、下の部分が1ヶ月分ハビットトラッカーみたいな感じでできる欄があって、5項目くらいそれを作ってやってます。なんか湯船に使ったかとか、そういうこととかメモしてます。あと体調的な部分とかね。ですかね。続いてはこちらのノート。ほぼ日の方眼ノートです。これはほぼ日手帳と同じ素材のトモエリバー S かなを使ったノートになります。この紙のいいところは薄いし、でも丈夫、薄くて丈夫なところで、裏写りも薄いのにしにくいみたいな感じですね。で、私は毎日モーニングページ、Vlog 見てくれてる人はわかると思うんですけど、モーニングページを書くようにしていたんですけど、復職してからはなかなか朝に時間が取れないので、夜書くようにしてます。頭の中をそのまま書き出すみたいな感じで、思ったことを全部バーって書いていく感じです。字もすごい汚いんでお見せできないし、内容もお見せできる内容じゃないので見せませんが、こんな感じでバーッと思ったことを書いてってるような感じです。頭の中が整理できて、すごく私的にいい習慣になってるなって感じですね。なのでもう雑にバーッと書いていくようなものなので、薄くてページ数がたくさんあるそのほぼ日のノートがすごい適しているなって思っていて、で残りもね、もうこのくらい、こっち書き終わったところページで、こっちが残りなので結構書いたかなって感じで、これもなくなる前に買い足す予定ではいます。今ね、ほぼ日2026年のラインナップとかも出始めているので、そこでいい表紙のやつがあったら買いたいなって感じです。モーニングページとかそういうのやりたい人、ほぼ日の方眼ノートおすすめです。ページ数が何ページだっけな、忘れちゃったんですけど、めっちゃあるのでなかなか毎日書いてもなくならないし、おすすめです。続いてこちらはほぼ日手帳のオリジナルサイズ、文庫本と同じサイズですね。 B6 かなです。絵柄が三日月配達っていう名前だったかな。夜の中で月を運んでいる狐さんがめっちゃ可愛くてお気に入りの表紙です。久保田博子さんのイラストですね、これは。後ろにはポストに手紙を投函する猫ちゃんがいたりします。で、これはペーパーメッセージの日めくりカレンダー、Vlog にも結構登場してると思うんですけど、これを貼り付けて一言絵日記を書いている手帳になります。このペーパーメッセージのカレンダーも結構どこのですかって言われること多いんですけど、ペーパーメッセージというところの日めくりカレンダーで、そろそろいつだろう、来年のやつが発表されるの。ちょっと今わかんないんで字幕に載っけとくと思うんですけど、確実に欲しい人はネットで予約するのがいいかなって思います。中身はこんな感じで、このカレンダーを貼って一言書くって感じで毎日やってます。ちょっと書き忘れたりめんどくさくて書かない日があっても、次の日とかにまとめて書くようにしてるので、今のところ1月1日から今日まで全部絵日記が書けている状態です。これ結構達成感あって楽しい、おすすめです。
カレンダーの絵も可愛いし、絵日記も私絵が全然描けないんですけど、なんか適当な絵を描いて一言書くっていうのがちょっと気分転換というか、そういう風にもなっていて楽しく続けられている手帳になります。なので来年もほぼ日手帳オリジナルサイズ、この文庫サイズ1冊買って、また日めくりカレンダーを貼ってっていう絵日記の習慣も続けていけたらなって思ってます。続いてこちらロディアのゴールブック。これは雑記帳みたいな感じで使ってます。ちょっと調べたいことがあった時にメモしたりとか、気に入ったもの、言葉とかものとか、それをメモしたりとか、あと毎月の目標もここにバーっと書き出していたり、振り返りをしたり、あとは欲しいものリストとか、私はもう本当に物欲がやばい人なので、もう欲しいものリストをとりあえず書き出して、これは絶対いる、これはいらないとかっていうのをかなりよくやりますじゃないと際限なくいろいろ買っちゃうので。とか、あと目代わりの時とかもね、何買うとかメモしたりとか、そんな感じ。いろいろ雑多に何でもメモするような感じで使っているノートで、これがね、あとちょっとなんですよ。そう。あとちょっと本当に、あと数ページくらい。こんな感じで、こっち使った方。で、こっちあと残り。なので、もう次のノートに行くか行かないかって感じです。これは別に1年で使い切るとか決めてなくて、なくなったら次行くみたいな感じなので、実はもう次のゴールブックも購入済みです。次はね、このちょっと深みのある青色にしてみました。これね、私が買った時とちょっと仕様が変わってて、ここにペンを刺すところができてました。古い方はないけど、ページ数とか多分一緒だと思うんですけど、ちょっと変わってました。これもこっちが終わったらこっちに引き継いで、ガシガシ雑多にいろいろ書いていこうと思ってます。中身はね、こんな感じでもったーっと書いてあるページもあれば、付箋を貼ったりしてたり、ちょっとデコってみたり、本当に好きなように使ってるノートです。これ結構しっかりした作りのノートで、このね、右下のページの端のところにページ数が書いてあったり、あと先頭のところにインデックスのページがあったりとか、月別でいろいろ書けるページがあったりとかするので、バレットジャーナルやりたい人とかもすごい向いてるのかなって思います。見た目も結構どっしりしてていい感じです。使いやすいノートです。雑記帳ロディアのゴールブックはこんな感じです。続いてはさっきもご紹介したのでさらっといきますが、この2冊ロルバーンダイアリー2025で、こっちはお出かけを記録するロルバーン、こっちは料理を記録するロルバーンとして使ってます。で、まだページがだいぶどっちも余ってるので、引き続き使っていこうかなって感じですね。これは見返して楽しい手帳にしたいなと思っていろいろデコったり貼ったりしてる感じですね。こっちはこんな感じ、さっきも見せたんですけど、料理をメモしているけどあんまり使えてないという感じです。はい。そしてあとはこちらの3冊になるんですが、これね、前回の動画でも紹介してるんですけど、この3冊は実はあんまり最近使えてなくて、軽く何に使ってたか説明すると、これは日記帳ですね。日記書きたいなと思った日に日記を書く用の緑の
MD ノートかな。これ紙質もめっちゃ良くて、すごいいい紙を使ってて、書くのがすごいワクワクするというか、書き心地いい紙に書いてるなって感じがすごいいいノートなんですが、あんまりここに日記は書けてないですね。なのでもっと活用したいので、使い方をちょっと変えるかなんかしたいなとは思ってるんですが、ちょっと現状まだ使えてない感じです。ちなみにこれは専用のカバーをつけてる状態です。で、こちらのライフって書いてあるノートは、これは好きなものリストにしてるノートで、ノージャンルで好きなものを書く、箇条書きで書いてるノートになっていて、これもね、最近書けてなくて、でも書きたいなって今パラ見して思いました。やっぱりね、自分がどういうものを好きかっていうのって自分で知っとくのってすごい大事だなって思っていて、なんか自分のことをよく知るのにもすごい役立つかなと思います。自分の解像度が上がると、自分の軸がしっかりしてきて、考え方とかにも厚みが出てくるのかなって思うので、これはね、もうちょっと使う頻度を上げたいというか、定期的に書き足していけるようにしたいなって思います。で、こちらはさっきの雑記帳、さっきのロディアのゴールブックよりももっと手軽にメモを取るように買ったサニーライトノートですね。ユニボール1 P もコロンとして可愛いお気に入りのペンもつけてるんですが、最近開けてないですね。これ持ち歩きにすればいいのか、もう家に置いといちゃってるから使わないのかもしれない。ちょっと持ち歩きます、これ。持ち歩いてメモしよう。やっぱ紙に書くとまたスマホでメモ取るよりもいろいろ思い浮かんだりとかするので、紙にメモ取るのも好きなんですけど、仕事中はどうしてもパソコンでメモ取るのが多いのと、あとね、電車とかでもね、いちいちこのノート開くのがめんどいので、スマホに思いついたこととかメモしちゃうんですけど、なんか紙にもメモしたいなと思って、持ち歩いたら書くかな、ちょっとわからないんですけど、ちょっと一旦やってみます。持ち歩きメモ。それで、使うか使わないかは検証します。できれば使いたい。で、その他にいい使い方があったらまた試していこうかなって感じですかね。これもね、すごい可愛い見た目のノートだし、カバーもしっかりしていて、ペンホルダーもあるし、この中身のノートもね、リフィルというかがあるので、カバーだけ使い回して使っていけるので、すごくいいノートだなって思います。サイズ感も手のひらくらい、手のひらよりちょっと大きいくらいなので、いい感じかなって思います。この3冊があんま使えてないけど、ちょっとどうにか使っていきたいノートですね。はい。で、そんな感じで今の手帳の使用状況でした。で、最近回したガチャがこんな感じです。じゃじゃじゃん。このね、なんか目印にできるこういうリングがついた、なんかリップとか傘とかにつけられるようなやつ、この3つを最近ゲットしましたので、ちょっと記録します。で、実際に書いていきます。リセントリーが茶、こんな感じ。
こんな感じでどうでしょう。ヒセントリーガチャ、ちょっと合ってるか表現合ってるかわかんないけど、こんな感じでどうしようかな。こんな感じで、この一緒についてくるやつを取っておいたので、これを貼っつけようかな。これパペットスンスンでしょ。あとこれサンリオキャラクターズお手玉目印アクセサリー。これでっかいな、どうしよう。でかっ。隣のページにするか。これは隣のページに貼ろう。こんな感じ。ちょっと無言になっちゃうの、考えながらやる。でこれが目印アクセサリーサンリオキャラクターズエモキュンパステルカラーバージョン。エモキュン、これだね、ハンギョドンのやつ。白黒じゃなくてカラーのやつが本当はいいんだけど、見事に全部白黒でしたね。あとこれね、日焼けキティちゃんが当たったやつ。これも貼ります。そう、こういうなんか細かい作業がなんか雑念が取り払われて作業ができて、すごいなんかいいんだよな。でも嫌いな人は全然わかんないかもしれないけど、こういう作業結構好きかも。で貼ってきます。あ、これ使ってるのはドットライナー、国用のドットライナーです。使いやすいし小さいしお気に入り。こんな感じで貼って、今日はそんなデコるっていうより本当に記録でガチャのあれを貼るみたいな感じですね。こんな感じ。ここになんか後でシール貼るかな。2025年8月11月曜日。なんかあんまりガチャのこういうの貼ってなかったけど、まあ何でも貼ってった方がなんか思い出というか後で振り返った時面白いかなと思って、最近は何でも貼っちゃえって感じでやってます。なんかシール貼って終了とします。本日は何がいいかな。これセーラームーンとかうさぎちゃんがたくさんいますが、この矢印付箋が今発見したので、自分が当たったやつ、ガチャで引いたやつに目印としてつけとこうかな。キティちゃん当たったからここに貼って、こののんのんが当たったからのんのんに矢印をつけとくか。なんかガチャガチャっぽいシールないかな。これとか100均で買ったやつだけど、ダイソーか。なんかゲームっぽい感じなので、これもなんか適当に貼っとこうかな。なんか感覚で好きなように貼っちゃいますあとこれなんかネットでなんかどっかで買った、超昔に買ったやつ。これもなんかゲームっぽいのがあった気がして、あ、これとかゲームボーイっぽいやつ。ゲームボーイとか知らない人いるでしょ今。これとかもうなんか全然大雑把なんで被っても気にしないです。私は被りまくりですが、もう感覚に従って貼ってっちゃいます。こんな感じでなんか気が済むまでシールを貼ったらいいのではないでしょうか。こんなもんかな。ち
ちょっともっとシール貼りたかったけど、あんまスペースない気がする。ということで、こんな感じかな。はい。ガチャの記録をささっと作ってみました。こういう風に何でも貼ると、どんどんノートが消費できていいかもしれない。ということで、ちょっとだけ手帳を作るところ、あんまり書いてはいないけど、貼ったりするところをお見せしました。ということで、今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また手帳の動画とか Vlog の他にも出していきたいので、よろしければチャンネル登録していただけると大変嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。